はい、今週も始まりました格ゲー喫茶ハメジュンということで、早速本日のゲストすでにお見えになっています。これね、僕が呼ぶより絶対いつかちゃんが呼んだ方がテンション上がるからいつかちゃん早くお呼びして。はい、お二人聞こえますか？お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、グラブルバーサスで活躍するお二人が来てくださいました。本日よろしくお願いします。今週のタイトルはグランブルーファンタジー VS 初のご来店となるイオ選手。ストリートファイター4シリーズで全国にその名を轟かせた強豪プレイヤー。テクニカルなプレーが持ち味です。そして KOF シリーズをはじめさまざまなタイトルで活躍を続けるスコア選手。数多くの大会で結果を出し続けるトッププレイヤーです。まず、届きましたでしょうか、スコア選手。ありがとうございます。無事にこちら届きました。ありがとうございます。スコア選手優勝おめでとうございます。あったね、うありがとうございます。昨年12月に行われた第4回ハメジュンカップ、見事優勝を果たし番組出演権を獲得したスコア選手に今回お越しいただきました。そしてですね、初登場の伊尾選手です。最初にちょっと言わせていただくと、この後出勤するのでこんな格好になってます。そうなんだ、マジ？そうですね。あと格ゲー歴自体は結構長いとは思うんですけど、他のゲストの方と違うのは結構数年間行方不明になってたっていうのがちょっと違うところかなと。伊尾選手といえばやっぱりストリートファイター4シリーズで最強ダルシムとしてこう活躍したっていうのが、そのグランブルファンタジー VS で戻ってきたきっかけというのは2020年の1月にあったエボジャパンですね。それで見に行ってみて、まだみんな頑張ってるなと、ちょっと自分もやりたくなったっていうのが、きっかけでしたね。こう一旦じゃあ格ゲーから離れたきっかけの方が気になりますね。いつかちゃんと俺だったらなんとなく感覚わかるけど、これってバンド活動における活動休止と同じなんだよね。そうかそうか。かなりでかい出来事じゃないと思っちゃって。そうですね。これはもうちょっと面白くない答えですけど、忙しかったと。普通ですよね。でその忙しさが今日その服装に出てるわけですよね。そうですね。この後も出勤と。スコア選手、伊尾選手についてどのような印象を持ってらっしゃいます？初めて会った時は無口っぽくて正直ちょっと怖い人なのかなっていう印象はあったんですけど、グラブルのこととか話してると生き生きしていてね、楽しくて大人な人だなっていう印象を持ちましたね。なんかこんな話したの覚えてるみたいなのありますか、お二人で？0時でちょっとトイレで一緒になって話してたんですけど、グラブルってリプレイが残るからサブアカウントみたいなのを作って本格的に取り組んでたら事業さんにバレてて監視用アカウントがバレるって恥ずかしいよね。何々なんですよねって言われたら、ああそうですみたいな。それ伊尾さんはなんでそのサブアカ気づいてたんですか？おそらく、自分と同じキャラを使うプレイヤーにスパーリング的なのを頼むだろうと、そっちのリプレイから見たらランクの割にえらい強いランスロットがいると。挙動でバレたってやつね。これはもう確信しましたね。いい高度な読み合いが行われてたわけですね、戦いの前に。イオ選手から見たスコア選手のプレイヤーとしての印象をお伺いしていいですか？ツイッターとか見ても何時間も同じことの練習してたりとかするんで、プロ意識のある努力型の人だなと。あと配信をすごく多分一番と言っていいぐらい、精力的にされてて、大きな大会とか出る時も配信しながら出てるらしいんですよね。それちょっと自分にはできないと思うので、いや本当にすごいなと思った覚えがありますね。配信しながら大会に臨むっていうのはスコアさんどういったことなんですかね、これ。雰囲気をプレイヤー目線で伝えるってあんまりないかなって思ったんで。そういうことか。緊張してたりとか人間味を見せれたらなみたいなのもあって、ちょっとやったりそういう取り組みはしてますね。面白い。さてグランブルーファンタジー VS 昨年2月がですね発売ですから、ちょうど1年が経過したことにそんななるんだ。お二人がグランブルーファンタジー VS とですね過ごした1年というのは一体どんな感じだったんでしょうか？ゲームが1年っていうのもありますけど、ちょっと自分にとっては格闘ゲームの復帰戦みたいな
感じだったっていうのもあって全てが新鮮でしたね。やっぱり攻略のスピードとかも全然昔と違ってて結構必死でみんなに追いつかないと勝てないなっていうのは感じてました。あとスコアさんもはじめ、いろんなゲームやってたプレイヤーたちと知り合えたっていうのが非常に印象に残ってますね。やっぱりいろいろなプレイヤーとの出会いが一番印象に残ってて、僕 SNK のゲームがメインで活動してきたんですけども、いろんなレジェンドだらけの中で違うタイトルでも頑張れるんだなっていうそういう自信にはなりましたね。お二人からすると対戦シーンがもう完全にオンラインに移行したっていう感もあったと思うんですよ。そのあたりってそうでしょうね、そのゲームセンター時代と比較していかがだったのかなというところをちょっと聞いてみたいです。ゲームセンターの時って、独特の対戦したこともあるし顔も知ってるんだけどずっと何年も喋ったことはないというようなプレイヤーが何人もいたと思うんですよね。だけど今の時代は SNS があったりとか、あとオンライン上でのやり取りがあったりとか、コミュニケーションが昔と変わったなっていう、なんかちょっと居心地が良くなったなという気はしましたね。僕ゲーセン時代はやっぱり友達だったりとかといろいろ話しながらやるのが好きだったんですけど、オンラインメインになってそういうことがやっぱちょっと減ったっていうのがあって、最近だと配信してたらコメントとか見に来てくれてる人と会話しながらみたいな感じでできるから今は楽しくできてるので、オンラインそういうところはいいかなって思います。そうか、そうだよな。いつかちゃんってゲームセンターに通ってた時期みたいなのってあるの？いや、ないよね。私ゲームセンターないですね。そうだよね。対戦相手と喋らない、なんかありがとうございましたとかもないのかっていうのを衝撃でした。そうだよね。戦っているのにみたいな。そうだよね。対戦で負けて相手に気づかれないように両替に行くとかそういうのやったことないもんね。昨年2月のリリースから1年が過ぎたグランブルーファンタジー VS12 月にはノエル、1月にはウーノと新キャラクターが追加されました。新キャラクターについてのですね、お二人の印象をお聞かせください。ユエルはもうすごく使いやすくて、で性能のいい技が揃ってて、なんか初心者にもおすすめできるキャラかなと。でウーノが結構逆で、テクニカルというか防御型のキャラなんですけど、割と勝つとしてやったり感が強くて、面白いキャラだなと思いますね。ユエルは結構トップクラスに強い性能あるんかなっていうのと、ウーノはちょっと職人向け職人キャラみたいな印象があります。そうですね、一部キャラクターのバランス調整などもいくつかあったと思うんですけれども、現在のですね、状況のその感想というところは伺えますでしょうか。多分一番、多く手を入れられたのがベリアル、シーズン2で調整が入って、若干振るってた猛威もちょっと陰りを見せてはいるんですけど、まだ全然勝てるキャラなので割といい調整だったんじゃないかなという。実は僕が使ってるランスロットが少しだけ調整されまして、無敵技がこれまでガードしながら出すことができたんですけど、それができなくなって、最初は全く影響ないかなと思ってたんですけど、いざやってみたらめちゃくちゃ影響があって、これ結構頑張りポイントだなみたいな感じで今グラブルやってます。そして最近のお二人の活動についても伺っていきましょう。イオ選手、スコア選手ね、さっき配信のこと言いましたけど、イオ選手も配信されてらっしゃるんですね。グランブルーファンタジー VS はもちろん、いわゆる本家と呼ばれるグランブルーファンタジーの配信もしてて、格闘ゲームはやらないんだけど本家知ってるから見に来てくれるという人もいて、割とそこのつなぎの役割に慣れてるっていうのは光栄だと思ってますね。イオ選手のですね、配信の中では特にそのグラブルのガチャの配信がすごい面白くてですね。なんか思い出深い配信あります？イオさん。去年の8月ですかね、ぐらいに、夏なんで、季節限定キャラみたいなよくあるガチャがあるんですよ。水着キャラ的な。そうですね。それをやってたら、本家のすごく有名なアカウントの方に、ツイッター上でリツイートされて1000人以上来たんですね。あったら俺それ見てました。お祭りだ。そんなこと今までなかったんで、その時までもうちょっともう過呼吸になりかけてたんですけどやりながらなんとかもう本当場をつなぎながら配信したっていうのが本当印象のもう思い出ですね。孫選手とガチャバトルをやっていて、その時にイオ選手が言った孫にこの引きは無理だろうって言ったのがすごい好きでした。300連で終わりなんですけど、その300連目ですね。
最後に最後の最後でいいのを引いて孫にこの引きは無理だって言ってすごい遠隔で煽ったのがす持ごいってる印象に残って人のねます。好きってことですね。となるとスコアさんの配信もちょっと気になってくるよね。やっぱりなんか印象的だった配信最近あったりします？0時最近やってた一番大きい大会で、はいオンライン予選を配信しながらやってたんですけど、はいはいガメラさんとか、まあ違うゲームですけどラギア君とか、トッププレイヤーがやたら多かった超デスブロックやったんですけど、はいそこをウィナーズで抜けたんですよね。僕号泣しまして配信しながら何百人かにそれを見られるっていう恥ずかしかったのが印象に残ってます。あ、いいな。やっぱ配信でね、プレイヤーの素の部分が垣間見えるのが最高ですよね。まあでもね、こうやってゲームの話してると2人がねプレイしてる姿を見たくなるのが人情というものなので、お二人対戦していただいてもよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。お願いします。今回は2試合選手制で対戦していただきます。イオ選手 VS スコア選手。スコア選手とはレイジでも2回ほど対戦してるんですけど、結果的には自分が負けてるんですけど、そもそもちょっと用意してた対策とかはあまり出せなかったなと、今日は出せるといいと思ってます。イオさんは正直その自分より上手いプレイヤーだと思っているので、なんとか食らいつけるように頑張りたいと思います。それでは準備して始めてください。よろしくお願いします。このメーテラは弓矢を使った遠距離攻撃を得意とするキャラクターですね。逆に近づかれてしまうと脆い。そしてこのランスロットは機敏な動きで相手に近づいて連続的な攻めを仕掛けていくというキャラクターです。飛び道具くぐれるんですね。これはスコア画面足のコンボを決めていく。ダウンまで奪うサザンクロスプラスから起き上がりの攻め、投げは抜けるが防戦一方の意をどうする。そしてこの体力が青くなるとより強力な解放奥義、いわゆる消費技ですね、これが使えるようになりますが、ここまでは削りも見えるぞ。投げに対して空振り、そこに対してしっかり反撃を決めたのはスコア。1試合目の1ラウンド目を先行しました。やはりスコアが触っていく展開、こうなると、メーテラとしては、遠距離戦をしたいわけですが、このメーテラの強みがなかなか生きない状態になっている。オーバーヘッド、逃げたい。前半で逃げるがしっかりと近距離の強攻撃で落としていきます。前に出てくるのはスコア、触り続けている。そしてこの中距離からの強攻撃による弓矢を足払いで回避するというね対策が随所に見られます。さあ遠距離戦に持ち込むことができた。しかし飛び道具オーゲンシュトローム、これはジャンプで返した。画面足投げは空振りしている。そこを捉えたのはスコア。まず1試合目スコアが取りました。ブレードインパルスカウンター、しっかりつないで画面足一気にスコアの手ですか。いや、ここでイルベビンと降りてくるところに近距離高攻撃からのこのコンボです。そして置き攻め ATR シール、この蝶をですね設置して、そこに飛び道具を当てると、さらに攻撃が発動するという、メーテラの技の一つを使っていきます。ATR シールを爆破させてダウンまで割った。さらにここは ATR シールに対してテレポート、上からの攻めを展開していくスコアです。足払いカウンター、ここからチャンスになるか。投げは下がった。やはり離れた間合いではこのメーテラの飛び道具ですね、弓矢、これは非常に強力。そして着地を捉えたのはイオ。これでラウンドを取り返しました。またしてもまずはスコアのランスロットがメーテラに触って画面足に追い詰めました。どうやって距離をキープするかなんだな。5巻打撃、さらに暴言シュトロムを重ねての攻め、これは非常に強力です。足払いガードから投げる。さあ攻めがうまいぞ。無敵技のトゥルプレンツ、このワープに対してしゃがみ強攻撃の対空をあらかじめ置いておくという素晴らしい対策が見えました。体力差はほとんどありませんが画面足で攻めを展開しているのは高いよ。しかしここでうまく位置を入れ替えたのはスコア。相打ち、しかし攻めが展開されます。スコアのチャンス、
さあこの画面どうする、オーバーヘッドナイスガードから押し返すが、ゼファーに対して耐久、ここで総裁お互いに先を入力している。解放技が使えるのはイオの方です。いやここでお互いに体力が減って強力な奥義が使うことができるようになったぞ。上からスコアが攻める。橋はきついか。攻撃してロブさあできるか。サザンクロスから投げ抜けを入力したところ、オーバーヘッドでカウンターヒットを奪ったスコアがこれでリーチです。イオは後がありません。ただここを取りたい。投げこれは遠いぞ。しっかり反撃、スコアのチャンスになるか。ボーゲンシュトロムからジャンプ逆攻撃、カウンターヒットからしっかりとブレードインパルス、そして攻めに展開。ここはうまく割り込んだ。そしておっとうまく入れ替える。ここでトゥループレンツは使えなくなったぞ。対空の遠距離中攻撃、そしてきら星エーテリアシールなどをうまく使いながら遠距離戦に持ち込んでいくのはイオのメーテラ。さあエーテリアシール爆発させて、対空になっている。そして投げ抜けを誘う。いやまだ残っているぞ。きら星を打っていったためにコンボがつながりませんでした。ここでブレードインパルスプラスに対する A での割り込み取り返しましたよ。最終戦しかしまずはやはりスコアうまく触っていきます。こうなるとメーテルは苦しい。ダメ足のコンボからここは置き攻め重視の暴言シュトロム重ね、そしてカウンターヒットでコンボをつなげていく。スキルも戻ってきてとんでもないことになっている。ダウンからさらに置き攻めです。しかしうまく割り込んだ。ただ体力差かなりついているぞ。エーテリアルシールの2枚目を生かしていく。これがヒットすると大きなダメージになる。キラ星ダウン、画面端プレッシャーをかけるイオに対してスコアはガードを固める。上から抜けるが体力はもう減ってきているぞ。裏にいる。これはガードできない。見えないな。ランスロットの非常に強力な動きですね。ジャンプからイルベルビントで裏に回った動き。マスターもよく技名本当覚えてますよね。すごい。この画面下を捉えられる。おっとゼファーからまずチャンスにつないだのはイオ。そして投げてダメージ体力差半分。しかし無敵技を使って切り返すのはスコアカウンターヒット。オーバーヘッドがカウンターヒットするこのようなコンボがつながります。大きなダメージになったサザンクロスに対して技を返して押し返していくよ。雨の中央に戻ってきました。しかしここで、下手に飛び道具打つとですね足払いで割り込まれてしまいますからそれを警戒しつつ、しかしここでサザンクロスエーテリアルに対してダメ押し苦しいぞ。イオドセルに集めが当たっている。いやーこれは奥義までつないだ。とどめとなったのはバイス・フリューゲル。見事勝利を果たしたのはスコア。今日はたまたま勝てたかなみたいな感じで運が良かったかなっていうまあ普通に負けですね。よくある負け方をしちゃったので、次また対戦することがあったら、リベンジしたいと思います。で勝敗の鍵になったポイントっていうところをちょっと伺っていきたいです。どこだったんだろう。ランスロット対メーテラってランスロット側がメーテラに近寄ったら、そのまま勝ちきれるみたいなことが結構あるんですけど、開幕ダッシュみたいな行動を僕2回ぐらい通したと思うんですけど、あとは寄った時に投げとちょっと遅らせ打撃でガンガン2択投げていって当たったらそのまま置き攻めみたいなうまく流れに乗ることができました。開幕の行動ですね、ランスロットってスライディングがあるんですよね。メーテラの飛び道具とかもくぐってきちゃうんで、でそれをちょっと嫌がって消極的になったところにダッシュで詰められたっていう、そこから崩されたっていうのが大きかったと思いますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週は孫先生にアドバイスをいただきます。今週もですねオンラインでのランクマッチいつかちゃんにプレイしていただいてそのプレーを見ていきましょう。お願いします。頑張ってきます。頑張れ。これね本当に誰と当たるか分かりませんから。これはねやっぱ応援したくなるこれアビゲールはね残念きついけど、さあ始まります。はい頑張ってもらいましょう。行きましょうランクマッチ。ちょっとねアビゲイルは厳しいっすね。結構キャラ以上が似たタイプでねリーチがあっちの方が長いんで、火力もしかもアビゲイルが高いんでほんのり撃の火力がこれほんのり保護色が入ってますね。でもまだここまでいいですよ。
いい感じ。やっぱねこれ押してってるうわシャオミ10番から確認見事。おちゃんと後ろケミあー惜しい惜しい。上が出ちゃうから反応しちゃうから上が出ちゃうからフープにああ、いいぞしちゃってんのか。いいぞいいぞいいよ。惜しい惜しい安い安い投げのプレッシャーでヘッドバックちゃんと決まるんだな。トリガーあるよ。トリガーをすぐ使おうトリガー使おうトリガー早くナイスうまい。いやーきついこれあーエール。いやいや中継いつかちゃんもシベリアン打っていいんだよ。続くラウンドも苦しい時間が続くいつか。押し返されちゃう。トリガーあるよ。トリガージャンプしているいや読みが深い。あーいいないやこれ対戦してるかな。なるほどね。ダメですわかり心がました本当に。はい。孫先生、はいいつかちゃんのプレイいかがだったでしょうか。いや良かったですね。前回はいもう本当にやり始めた時だったと思うんですけど、その子に比べたら本当になんかちゃんとゲームしてるなって感じになっていて嬉しかったですね。見てて思ったのは、自分の勝ちパターンみたいなのが何かしらあると思うんですよ。その勝ちパターンのバリエーションをもっと増やしていった方がいいかなと思っていて、あとはそこに持ってくまでの過程をもっと増やすこと。今は歩いてガードして我慢して飛んできてくれたら対空してそこから始めるぞって感じなんだけど、もっといろいろと始める方法ってあると思う。その方法として一番分かりやすいのがやっぱジャンプ攻撃だね。ジャンプ中キックを早めにやる。でそこからコンボをつなげたりスクリューで崩したりっていうところから始めてみては、落とされたら諦めよう、しょうがない。まあそうやね。落とされたら飛ばない選択肢もあるっていう。飛ばないでちょっと我慢するっていう感じになるかな。落とされた時って何で落とされたか覚えたら相手から情報を1個引き出せてるからいいんだよ。例えば剣だったら昇竜拳で落とされたら昇竜拳って難しいからじゃあこの人対空に意識割いてる。落とされてもプラスになる落とされ方ってのがあるんですよきっと。知らないです。もう対空に関してはうるさいから今のやばい可愛い。情報が引き出せるんですね。飛べば自分が己が飛べば情報を引き出せる。通ったら通ったで美味しいしね。はい頑張って。ありがとうございます。さて本日も閉店のお時間となりました。お二人の戦いすごく面白かったですし、次はぜひスタジオでお会いしてお話ししてみたいと思いました。ありがとうございました。スコアさんはハメジュン常連だし毎回結果残してすごいですね。これはもう本人がどう思ってようがハメジュンファミリー入りということで、そしてね伊代様この後ご出勤ということでオンエアをぜひ職場の方に見ていただきたいなと思いましたね。今からドキドキしてますはい。そして伊代選手いかがだったでしょうか。こんな格好のやつを呼んでいただいてありがとうとしかありがとうございますというのでもう本当その一心ですね。はい、ありがとうございました。今回もこんな楽しい場所に呼んでいただいて感謝しています。4回目ですかね、呼んでもらえてるので、また何かの機会に呼んでもらえると嬉しいです。ありがとうございました。今宵のゲストは伊代選手としてスコア選手のお二人でした。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション。時田選手、ネモ選手がご来店。お楽しみに。